こんにちは、つんです。今回は最近買ってよかった100均のアイデア便利グッズを全部で5つご紹介します。どれも地味なんですが、暮らしのちょっとした不便をサクッと解決してくれたおすすめのアイテムばかりなので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ダイソーのバズった人気アイテム、取り付け式引き出しに新商品が登場していました。取り付け式引き出しケース。200円と300円の2サイズがあるんですけど、私が行った店舗には200円の方しかありませんでした。余談ですが、前に紹介した取り付け式引き出し、つい最近買ったような気がしていたんですけど、調べたら丸2年も経っててちょっと驚きました。はい、そしてこの新商品の引き出しケース、最大の特徴は引き出したまま使えること。こんな感じで、引き出した後に下に90度下げたまま固定できるんです。例えばデスクに設置してペンを入れておけば、ペン立てが不要に、狭いデスクもすっきり広々使うことができます。デッドスペースを活用できる上に取り出しやすい点もいいなと思いました。あと普通の引き出しと違ってある程度高い位置でも使うことができるので、今まで活用できなかったデッドスペースも収納スペースにできるんじゃないかなと思います。200円の方のサイズは横12センチ、奥行き20センチ、高さ4センチ。透明の仕切りが2枚ついていて、仕切りは取り外すこともできます。ペンやカッター、スティックのりなどの文房具にちょうどいいサイズ感。その他、マスカラやリップなどのメイクアイテムやキッチンクリップなんかも入ると思います。ただ、お箸やカトラリーにはちょっと小さかったですね。ちなみに大きいサイズは横 16.3 センチ、奥行き 22.3 センチ、高さ 5.2 センチ。仕切りは3枚ついているそうです。どうも大きい方がやっぱり人気みたいですね。はい、で設置方法は今回も粘着テープです。前のタイプと違って透明のゲルテープのような粘着テープになっていました。そして私は今回も現状回復したいので、この粘着テープは使いません。はい、ということで剥がします。今回は割と簡単に綺麗に剥がすことができました。そして使うのは今回もこちら 3M のコマンドタブです。しっかり貼れて綺麗に剥がせるので、我が家ではあちこちで愛用中。前の引き出しもこのコマンドタブで貼ったんですけど、2年間一度も落ちることなく使えています。コマンドタブはダイソーでも購入することができます。はい、ということで我が家はデスクに貼ってペン立て代わりに使うことにしました。白くてシンプルな見た目なので悪目立ちしないところも良かったです。気になった方はぜひチェックしてみてください。花粉が気になる季節や梅雨の時期は部屋干しをする方も多いと思いますが、カモイとかドアの枠にハンガーをちょい掛けすると不安定でよく落ちますよね。そんなプチストレスを解消してくれるアイテムがこちら。カモイドア枠用落下防止テープ。私はセリアで購入しましたが、キャンドゥやワッツでも買えるみたいです。商品名通りハンガーを落ちにくくするアイデアグッズ。幅が7ミリ以上の縁などに使用することができます。ゴムのような弾力がある柔らかい素材でできていて、断面はこんな感じ。片側が盛り上がった形状で、ここにハンガーが引っかかるというわけですね。粘着テープになっていて貼るだけなんですけど、賃貸などで現状回復をしたい場合は、ゲルテープやマステなどで養生してから貼った方が安心かなと思います。はい、ということで、本当に落ちないのか早速試してみようと思います。まず貼る場所のホコリや汚れを拭いてからドア枠にペタッと貼りました。ちなみに1本で 1.5 メートルあってハサミで簡単にカットすることができます。半透明で目立たないところもいいなと思いました。そしてハンガーをかけるとこの通り出っ張った部分にしっかり引っかかります。おかげでちょっと当たったぐらいでは全く落ちなくなりました。これはいいですね。落ちるハンガーにイライラしていた方に本当にこれはおすすめです。はい、お次はこちら。貼るだけポケット110円です。
キャンドゥで購入しました。ビッグとミニの2サイズ展開です。中にはポケットと面ファスナーが入っています。素材の表記はポリエステル、塩化ビニル樹脂、ナイロン。ポケットは薄いんですけど、張りがあるしっかりした生地でした。内側は光沢があって水にも強そうです。そして面ファスナーは粘着タイプ。これをバッグなどに貼って使います。はい、でこちらポケットのないトートバッグ。以前ご紹介したダイソーの移動ポケットを愛用しています。移動ポケットはファスナー付きでわずかながらもマチがあるので便利に使っています。これはクリップで留めるだけなのでバッグを傷つけずに着脱できるのがメリットですが、強いて言えばクリップがチラ見えするのがちょっとデメリットかなと思います。その点、貼るだけポケットは粘着テープで貼ってしまうのでバッグの見た目を変えずにすっきり使えるところがメリット。ミニサイズは 8cm×10 センチ。鍵とかリップなどの小物にちょうどいいサイズです。バッグの見た目を変えることなくポケットを増やせるっていうのはいいですよね。ビッグサイズは 12cm×13 センチ。メモ帳やペンなどの収納に最適なサイズということでした。私は防災用のリュックに貼って乾電池を入れておくことにしました。面ファスナーなので不要な時は取り外すこともできます。ポケットがなくて不便だなと思うバッグがあればぜひチェックしてみてください。旅行に出かけたらあいにくの雨。傘を差している時は仕方がないんですが、駅の構内とかで傘を畳んだ時、スーツケースと傘の両方を持ち歩くとそれだけで両手が塞がりますよね。ちょっと手を使いたいなっていう時に傘の置き場にも困ります。はい、でそんなプチストレスを解決してくれるアイテムをキャンドゥで見つけたので買ってみました。その名もズバリ傘ホルダー110円です。2つのベルトがつながったような形状で、それぞれのベルトは面ファスナーで着脱するタイプ。使い方は至って簡単。小さいバンドの方をスーツケースのバーに巻きつけます。バックリに通してギュギュッと締めてから面ファスナーで固定。内側はラバーになっているのでずれたり落ちたりもしませんでした。そして大きい方のバンドをスーツケースのバーと傘を一緒に巻きつけて固定します。はい、こんな感じですね。スーツケースにしっかり固定されているので、スーツケースを傾けても邪魔になりません。傘を使う時も面ファスナーなのですぐに取り外すことができます。唯一の難点はバンドを取り付けたままにするとハンドルを収納できないっていうところかなと思うんですが、外すのも片手でできるのでそれほど面倒ではないなと思いました。ちなみに折りたたみの傘も取り付けることができました。これは一つ持てたら便利ですよね。私はスーツケースの中に常備しておくことにしました。スーツケース用の傘ホルダーは他のメーカーからもいろいろと出ているんですが、110円で解決できてこれはありがたいなと思いました。バッグの中にボールペンを入れていたりするといつの間にか芯が出ていてバッグの中が汚れてしまったっていうことはないですか？革のバッグだと結構ショックなんですよね。そんなトラブルを防いでくれそうなアイテムをセリアで見つけたので買ってみました。5ノック防止ゲルインクボールペン110円です。見た目は至って普通のボールペンなんですけど、クリップでノートなどに挟むとロックがかかってノックができなくなります。これならバッグを汚す心配がなくなりますよね。これはペンの横にボタンがあって押すとロックがかかる仕組みになっているので、挟むものの厚さや硬さによってはロックがかからないっていう場合もあるんですけど、一応クリアファイルでもロックすることができました。
ペン自体はボール系 0.5mm のブラックです。書き心地も滑らかで使いやすいなと思いました。ペンでバッグを汚してしまったっていうことがある方に特におすすめです。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。